レビー、オタク FM の新しいコーナーを考えたから聞いてくれ。へえ、どうなの？気になる気になる。まずはハイパーデビルプリンリポート。デビグラでバズる魔界各地のスイーツ店に殴り込みをかけて冷蔵庫に入ってるプリンを勝手に食べる企画だ。いや、殴り込みをかけられた上に勝手にプリンまで食べられるとかかわいそうすぎでしょ。ならこっちはどうだ？シメオンの BLT デビルサンド100個食べきるまで帰れません。それ単にベールがシメオンの BLT デビルサンドを食べたいだけだよね。じゃあ悪魔的にうまい罪なレシピで。さ、どれもこれもオタク FM 向きじゃないのばっかじゃん。新コーナーにかこつけて自分の欲を満たしたいだけだよね。ギク。オタク FM がどんな番組なのか僕がみっちり叩き込んでやるから、今から一緒に聞くぞ。オタク FM アニメ&チルシーズン2。皆さんこんにちは。アニメオベイミーガチョウタ三男レビアタン役の加田聡です。この番組はイケメン悪魔調教ゲームオベイミーやアニメオベイミーシーズン2の情報など様々なオベイミープロジェクトの魅力をゲストと一緒に発信していく番組です。さあ、そんなオタク FM アニメ&チルシーズン2の第7回を一緒に盛り上げてくれるのはこの方です。どうぞ。はい、どうも腹ペコ六男ベルゼブブ役の矢口恭平です。はい、どうもよろしくお願いします。いやー、矢口先輩、待ってましたよ。来てくれるのをね本当に楽しみで心こもってねえな。いや今日は本当に矢口先輩におんぶに抱っこでねやらせていただきたいと思いますけども、よろしくお願いします。目の色が死んでいるこの人。そんなことないですよ。矢口先輩ほど目の色死んでる人いないですから。普段それには負けます。呼びしないだろお前。いや、矢口先輩、今回はねシーズン2のオープニングはシーズン1と異なりショートドラマから入る展開でございましたけども、こちらの方はいかがでしたか？これ面白いね。なんかこういきなり嘆きの館劇場みたいな感じで。そうですよね。嘆きの館劇場がもうオープニングから始まったそんな感じがしました。やりづれ。いやー、本当にね、いや素晴らしい感想ですね。その通りだと思います僕。はい、このテンションでずっとこのまま行くんでしょうか？何がですか？いや何をおっしゃってるのか全然僕わからないですけども。薄っぺらい感想の状態。薄っぺらい感情って恭平さんは自己紹介してくれんでいいですよ。びっくりしますわ。俺が薄っぺらい人間とだ。人間とだとでも恭平さん動揺してます？いや今の普通に噛んだわ。動揺というよりもとっと言ってね言うてましたけど、噛むのはね僕もよく噛むんで何の人のことは言えないんですけども。はい、じゃあいつも通りにやっていきますか。テンションが急にお願いします。合わせるぞ俺は。いや恭平さん、合わせてくれんでいいですよ。突っ込んでいただいて全然。はい、もう恭平さん自由にやってください。自由にっていうと本当に俺支離滅裂になるので。なんで滅裂の間開けたんですか今？本当に支離滅裂の最上級は滅裂だと俺は思ってるんで。なんでですか？奥深く突っ込んでくるね加田聡君。いや支離滅裂と言われたらちょっとなんでなのかなって思いますけども、ちょっと呪文のように力強く言うことによってより僕の支離滅裂度具合は違うんだぞっていうのをわかるでしょ。行間読んでくれよ君。いや何の話してるんですか？ただいまは支離滅裂の状態となっております。今日もうこの状況がってことですか？ありがとうございます。的確に表現していただきまして、今回ね、なんすか？恭平さんがそうやって言うたびに今日は全部僕拾っていこうと思うんで。なるほど。どんなゴロでもどんな球でもこう。ゴロでも球でも同じだ。そうですね。ゴロでも球、フライとかゴロって言われた私も野球用語急に出てこなくなるぐらい今アップなったわな。ホームランでもじゃあ取ってくれるって感じ？いやこれ終わった後恭平さん汗びっしょりでしょうね。椅子のちょっと湿り具合、その今すぐ上着を脱いだ方がいいんじゃないかと。脱いだら今ちょっとねタンクトップになっちゃうんでね、ちょっと季節感がね。じゃあ着てくんだよ。聞いてる人は知らんけどってなるけど。いやそうですね。それは伝わらないかもしれないんですから。そうですね。はい。今回のラジオね、アニメオベイミーシーズン2第7話、キャスト陣によるオーディオコメンタリー会のアフレコ
直後に収録しています。はい。番組をお聞きの留学生の皆様はもうご覧になっていただいてると思うんですけどもはい。ね、オーディオコメンタリー、はい。ね、今回も挑戦させていただきましたけども、そうですね。まあ1話から3話が兄組。兄組で、はい、4話から6話が4バカが担当したということで。4バカって言うな、3バカじゃ。どういうこと？3バカいやいや、自分だけはバカじゃないと。いやいやいや、兄組の3人も、まあちょっと譲歩してもですけど、バカなんで。なるほどなるほど、びっくりしたよ恭平さん4バカじゃない3バカやって言うから誰か1人だけバカじゃないっていう、俺だけはまともだぞみたいなアピールっていうことをアピールしたいのかなって思いましたけども、そういうわけではなく、いつも俺がっていうタイプではありますけど、そこはちょっと謙虚にいきますよ。謙虚にね、みんな同じぐらいまあ楽しい7人やということでございますけども、愛するバカでございます。でシーズン1ね、その違いとかもねたくさんある今回シーズン2ですけど、そうだね、シーズン1の伏線回収というか、もうね最初からねすごいことになってましたけどもいきなりね、キャラクターたちが名前を書く欄になっていたりとかして、AX でね先行でね配信というか一緒に皆さんに見ていただいた時の反応がすごかったですね。すごかったですね。声援っていうものはまだ耳に残ってるぐらいねすごい声援いただきましたけども、オーディオコメンタリー今回前回シーズン1の時は俺と恭平さんと大西でやったじゃないですか。そうだね、お兄ちゃんでやりましたけども、今回はまあ弟組ということで、順を追ってというかなんか兄弟の順列を半分で切ったね、角信也、三浦愛夢、恭平さん、お兄ちゃんでやってましたけども、どうでした？ほら長男組っていうか兄組はさ、やっぱ加田聡が安定の回しというか、いやまあで始まる前からこれ誰が回すんみたいな空気になってて、で台本上角くんがちょっとね喋ってくれるところがあるから角くんにお願いしようと。なるほど。自分の中でそのお願いするんじゃない、言いに行ったわけじゃなくてしようと頭の中にはあったんですけど、先に角くんから皆さん自由に喋ってください、もう一人一人もう自由に喋って、もう好きなように喋っていいんで、僕何も喋りません。角信也が言ってたんですか？おい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 と思って。ってなったらもうね引っ張っていくのは最年長のお兄さんの恭平さんっていうことになったかな？いやそういうなんていうの期待というか、なんていうのかな雰囲気は一切なかったね。もう見ていただいてるとは思うんですけども一切なかったってそんな力強く断言せんでいいですけど、いざ始まってみたら角信也めっちゃ喋ってたけどね。めっちゃ喋ってもらってた。めっちゃ喋ってたしめっちゃ突っ込んでたよね。そうなんかちょっとアニメのシーンとか聞きたいからちょっと無言になったりとか、ケロシとか俺もなんて喋ろうかなって考えてる時にすかさず角くんが話を振ってくれるっていう。角とアイムさんがね、結構中心に喋ってたかなって感じがしたんですけども、恭平さんは喋ってましたっけ？あれサトシその時あれじゃね、スタジオから離れてたんじゃない？いやずっと座ってそうかごめんなさい、カットされてる？いや違うまさかそのくだりもここでやるかいやそんなことないですよね。皆さん楽しくできましたけども、兄組も兄組でね兄組も大変だった、ね、大変って何よ楽しかったっちゅうね。楽しかった？楽しかったですよ。だって普段なんかあんまりその積極的にガーって自分の意見とかそういうのを発信する方ではないと思うんですよ、山さんもコバさんも。その2人が前面に出てこの時こうやったとかここのこれが気になるっていうのをいっぱい聞かせてくれたんで、それはねもうめちゃくちゃ面白かったと思いますよ。そのさ、気になるポイントを喋ってもらってたけどさ、そこ気にするのっていうコメント小林くんがさいろいろ散りばめてて、もう本当に数えたらキリがないぐらい。いやでも目の付けどころが人はねちょっと僕らとは違うなっていうのでね、すごかったね。そういうところ気になんねやっていう。暖炉の焚き火とかさ音してたっけっていうぐらいのことなんだけど、めちゃくちゃ面白かったですね。いやまだご覧になってない方がいればねぜひ、僕たちがどんな風なところが気になってどんな思いをこの時感じてたかっていうのね分かると思うので、ぜひ見ていただきたいと思いますけど、見ていただきたいですね。あとは恭平さん本当にあれやな、恭平さんとこうやっておしゃべりするのは僕すごい大好きなんですけど大好きなんですけど、やっぱ一個一個気にしていったら時間だけが過ぎていくような気がしてきた。まだ3分ぐらいしか経ってないでしょ。目の前のモニター見てもらっていいですか？8分経っとんねん
嘘だろ。オープニング8分経っとんねん。マジか。はい、大変なことになりそうなんでね。びっくり。いや長くても俺5分ぐらいだ。すいません、テレビ画面全然モニター見てなかった。そうですね、ずっと僕恭平さんの方できるだけ見てるんですけど、はいずっと下向いてるから目も合わへんし、これどういう状況なの合わせてる、目は合わせてるよ。そうや、いや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 全然合わへんかった俺ほんまにいつの間にか俺怯えられてんのかなって思うぐらい怖い怖いと思って。ちゃんとマイクは口に向けつつも視線はサトシのを見てるよ。見てくれてますか。うん、じゃあそんな感じで今日もやっていきましょうよ。はい、やっていきましょう、ね、楽しくやっていきましょう。はい。番組のハッシュタグはハッシュタグオタク FM、 オタク FM の綴りはアルファベットで OTAKUFM です。Twitter、Instagram、Facebook など各種 SNS から番組を聞きながらのつぶやきお待ちしております。ということでオタク FM アニメ&チルシーズン2スタートです。はい、かっこいいですね。あざす。はい、こちらは留学生の皆さんから投稿していただいたいわゆるふつおたを紹介していくコーナーなんですけども、はい。恭平さん、前回のオタク FM アニメ&チルに出演していただいた時に、番組オリジナルのラジオネームを作りたいみたいなことを言ってましたよね。いやー、思いつきで喋ると何も覚えてないもんなんだよね。そんなこと言ったっけなっていう。厄介なお人ですね、あなたは。本当にご迷惑をおかけして、いやちゃんと覚えていただいて覚えてらっしゃいますか。ね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちゃんと覚えてますよこれでも。せっかくなんでね、恭平さんがそう言っていただいたということで、ふつおたを紹介する前に、恭平さんと僕で、オタク FM オリジナルのラジオネームを決めちゃいたいと思います。お、いいんですか。そうなんですよ。決めちゃおうかなと思って第7回にして、だいぶ進んじゃいましたけどいいんです決めていこうかなって。いやこれはでも恭平さんが言ってくれたことやから、恭平さんと一緒に作りたいなっていうことがあったんですよ。そう言ってくれると嬉しいな。そうでしょ、嘘くさいな。お互い嘘くさいね。言い方がそう思ってないのにっていう。いや思ってますよね。真面目に考えていきましょうかね。はい。なんか候補ありますか。そうだね、やっぱりオベイミンプレイしてくださってる方って、留学生、そうですね、生徒として存在しているので、留学してきてくれてますから、普通に言うと留学生なのかな。じゃあ、例えば、留学生恭平さんからのお便りですみたいな感じで。それ分かりにくいな。留学生何々さんからいただきました。英語にするか。ちょっとなんか硬くないですか。英語にするとじゃあ英語にするとスチューデント。それ生徒ちゃん。そっか。留学生ってなんだろう。でも留学生っていうのは残したい気がする。留学生の皆さんから投稿していただいたって言ってるので、じゃあ留学生ネーム。留学生ネーム。でもいいんじゃないですか。留学生ネーム。留学生の名前。続いての留学生ネームは紹介せえへん。違う。留学生ネーム何々さんからいただきました。続いての留学生ネームは矢口恭平。終わるがだよ。そこで。すまん。そうだ。ちょっと長いかなでも。じゃあ何ですか。略します。留ネーム。留ネーム意味わからないね。留学ネーム。留学ネーム。留学ネームか、それもちょっと分かりにくい。でも普通に留学生ネームでいいんじゃない。なんか他にいいのが思いついたらまたやる。羊ネーム。羊ネーム。留学生ネームにしよう。そうしますか。それが一番シンプルで分かりやすいよね。じゃないですか。留学生ネームでいいんじゃないですか。ラジオネームより留学生ネームの方がいい感じがするので。ということでテルミーでした。ちょっと待って。おい、まだテレビお便り紹介してないだろ。危ない。今そのままちょっと BGM 流れるの待っちゃった。しかもテレビでしたっていうのはあなたですから、そうだよ。いろいろとツッコミどころがあったの。長くなっちゃいそうやからなと思って。じゃあせっかくやから、今決めたラジオネームで、オリジナルラジオネームで進めています。オリジナル言うてもそのまんまやけどな。ドストレートが一番いいですよ。なるほど。じゃあ恭平さん、どうぞ。じゃあこれにしましょうかね。留学生ネームラッキーさん。ありがとうございます。ありがとうございます。恭平さん、こんにちは。アニメシーズン2が大好きです。 AX でアメリカへ来た時、シーズン2のプレミアを見ている時はどんな気持ちでしたか。
またすぐ来てね、愛してるよ。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいですね。この方は AX に参加してくださった方なんでしょうかね。そうですかね。まあ先行でシーズン2の第1話、ね、上映されましたけれども、まあ予想外というか、ものすごい反応の高さ、声量の大きさ、皆さんの応援の声の大きさにびっくりしましたね。すごかったですね。いやもう特にサイドキャラの殿下が最初に壁からチラッとね顔が出た瞬間の爆上がり声の、そうですね、びっくりしちゃった皆さんの声に。すごかったですね。この声をね、拓平さんに聞いていただきたいってその瞬間思いましたもん。声援をね、もうどのキャラが出てきてもキャーってもう悲鳴に近いようなセリフが聞こえてこないぐらいだったからね。でエンディングが流れてね、もうすごい大盛り上がりだったので、僕たちはとても嬉しかったですね。もう本当に興奮しましたし、嬉しい気持ちになりました。はい、ありがとうございます。またね、来年も行けたらいいね。応援していただきたいと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ続きましてもう1つぐらいいきますかね。はい、留学生ネームハルバードさんからいただきました。矢口さん、加田さんに質問です。はい、なんでしょう。食わず嫌いだったけど食べてみたら予想外に美味しかった、大人になるなど後から美味しさが分かるようになった食べ物はありますか？また人間界でご自分のキャラに紹介したい、一緒に食べたいものがあれば教えていただきたいです、ということです。食わず嫌いか。食わず嫌いってあります？あったね。なんか焼き鳥とかの肝系、美味しい。あれって子供の頃すごい苦いってイメージもあったし、その砂肝とか、あとハツもなんかちょっとレバーに似てるから、なんかちょっと苦手意識を持ってたんだけど、いざ食べてみたら歯ごたえあってめちゃくちゃうまいって言って、そこから好きになりましたね。いいですよね。なんかね、僕あれ食わず嫌いとはまた違うんかもしれないですけど、まあ後から美味しさに分かるようになったものって、僕あれなんですよね、ビール。それは俺もそう。ビールは20歳になってお酒が飲めるようになった時に、飲んだ時にあまり美味しさが分からなかったんですよ。苦かった。でもなんかもうちょっと時間が経って多分アルコールっていうものに慣れ出したんでしょうね、体が。お酒を美味しいって思うようになってから飲んだら、ビールって美味しいんやって思うようになりましたね。あれ不思議だよね。なんかいつの間にかあれ飲めるで、そしてそこからうまいになっていくんだよね。不思議なもんでね。あれ不思議だよね。お酒って不思議ですけど、まだ飲めない年の方は大人になってから飲むんやで。ちょっと美味しそうに伝えてしまいましたけれどもいや大人になってからね、じっくりその美味しさっていうのを確かめていただきたいとは思いますけども、人間界でご自分のキャラに紹介したい、一緒に食べたいものがあれば教えていただきたいです。なんだろう。カレー僕がすごいおすすめのカレーを一緒に食べたいです。本当大好きだもんね。カレー大好きです。俺はもずくかな。もずく美味しいけど、あれもまあ食わず嫌いに近い感じで、酸っぱいから苦手だったんだけど、なんていうの、もう喉越しがいい。そう、もずくは飲み物。あれ飲み物だ。飲み物つるんとね飲んでて、深夜でも食べてもなんかあんまり罪悪感がない感じ。そう朝食べてもいいし、寝る前食べてもなんかいいっていう万能。いつ食べても万能。あと健康的に良さそうな。とっても素敵な食べ物やと思います。ハルバードさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ということでこのコーナーでは留学生の皆さんから番組を聞いた感想やアニメを見た感想、ゲストへのメッセージや質問を大募集しています。各種 SNS からハッシュタグオタク FM テルミーをつけて投稿してください。テルミーの綴りはアルファベットで TELLME です。以上テルミーでした。恭平さんはかっこいい系で攻めてきますね。一言だけならかっこよくセリフが言えるんだ。そんなこと言うなって自分で言っていくなって。あなたかっこいいんやから。こちらは留学生の皆さんからオベイミーのゲーム内でこんなスタンプを使いたいというスタンプ案を考えて投稿してもらうコーナーです。それでは早速紹介していきましょうか。こちらですね、留学生ネーム千崎さん。ありがとうございます。ありがとうございます。バルバトスの羊スタンプ欲しいな。送った相手がお嬢様気分になれそうな。
二度寝とはいい度胸ですねとか、うんお迎えに上がります、もう寝る時間でございますとか言ってもらえる都合が悪い時は坊ちゃまに呼ばれておりますのでを相手に送りつけたい。おー面白い。結構便利そうな便利そうですね。スタンプですよ。丁寧に言いながらもうん相手に対しての感情をしっかりぶつけていけるようなちょっとトゲがあるね。二度寝とはいい度胸ですねと。これどういう時に使うんやろうな。二度寝とはいい度胸ですねってどういう時、例えばうん寝てるじゃないですか、うんうんで起きて、うん。でごめん遅れるって言った後にこのスタンプ送られてくるのかな。それかうん一回起きてるもう集合時間だよって送った後に反応がない、既読もつかない、うんその後につける。うんうんで起きた後に見た人は青ざめるみたいな。こいつ二度寝してんなっていうのを先に相手に送りつけるの。もう分かってんでっていう。うん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 僕やったらそれ二度寝ちゃうし一度寝やしって言いますから起きてへんしどっちみちよお前寝坊だろって言われるからね。結局遅刻は遅刻っていうね。うんね、でもお迎えに上がりますとかもう寝る時間でございますとかね、うんそういうのを言ってもらえるっていうのはいいかもしれないですね。ね都合が悪い時には坊ちゃまに呼ばれておりますのでを相手に送りつけたい。誰やんっていうね。めちゃくちゃバルバトスやったらね確かにそれが最優先でしょうからね、便利ワードではありますけども確かに。ね、自分たちが使ってそれが通用するのかっていうところはね不思議なあなたにとっ感じがしますての坊ちゃま誰ですかってなるからね。感じがしますけども、はい。じゃあ続きまして紹介しましょうかね、留学生ネームアビーさんからいただきました。はい。レビーの萌え萌えキュンのスタンプがあったら嬉しくて泣きますということです。はい、萌え萌えキュンはね、うん私方々でやり続けてるんでねある意味殿下の宝刀みたいな。殿下の宝刀必殺技。殿下の宝刀そうやったら抜きすぎですよ。最初の挨拶で僕皆さんこんにちはもう萌えキュンっつって言うてやってんのに殿下の宝刀が第一声から出てくる、最初から印籠出しちゃうみたいな。いやもうそれもう終わってまうがな物語が、まあまあこの萌え萌えキュンのスタンプね、うん僕もやり続けてるのであったら嬉しいなっていう感じがしますけども、王道はなスタンプはちょっと欲しいですからい、ね。ね使いたいですよね。もう一通紹介しましょうか京平さん。はい。はい留学生ネームはい時たまごさん、ありがとうございます。ありがとうございます。冷蔵庫警備員ベールのスタンプが欲しいです。おう自分で冷蔵庫を空にしているのに、うんうんキリッと警棒をかぶってるベールが可愛くてしょうがないです。あーいいね。お昼と夕方に AP を回収しに行く時の幸せといったらなく、うんもし取り逃しても食べられてよかったねってなります。鼻歌歌ってるのも可愛い。いいじゃないですか。あれ可愛いよね。あれ回収して、うん回収できなくても、うんよかったねってなるってすごい素敵なことですよね。すごい温かい目線で見守ってくださってる、ハッピーな感じでございますけども、こうね AP うっかり忘れちゃうんですよね。ベールの回収をちょっと忙しい時間だったりするんですよ。で気づくのがもう例えば14時1分とか2分とか絶妙なタイミングであー今日も忘れたってなるっていうね。いやまあこういううん自分がお気に入りのうん場面のスタンプっていうのがうんあるっていうのはね嬉しいかもしれないですよね。そうですよね。まあこれ今回うん。選んだ中で、優秀賞をちょっと決定したいとは思うんですけどもどれがいいかな。ねちょっとね3つぐらいしか紹介できなかったんですけども、はい。京平さんどれにしましょう。京平さん選んで。あ、いいですか。選んじゃって。はいうんそうですね。やっぱり、まあ王道は欲しいかなとなるほど。思うんですよ。はい。なので、うん留学生ネームアビーさんの、うんレビーの萌え萌えキュンのスタンプがあったら嬉しくて泣きます。これに決定したいと思います。はいおめでとうございます。はい。ありがとうございます。王道が欲しいということでね。はい今回優秀賞に選ばれたスタンプ案は後日ゲーム内で実装されるかもしれませんのでお楽しみにということでございます。かもでございます。王道だからなってほしいなっていう僕も願いがね、はいはい、はいあります。ということでこのコーナーでは留学生の皆さんからオベイミーのゲーム内でこんなスタンプを使いたいというスタンプ案を大募集しています。各種 SNS からハッシュタグオタク FM ステッカーミーをつけて投稿してください。ステッカーミーの綴りはアルファベットで STICKERME です。以上スティッカーミーでした。はい、それではここで一曲お聴きいただきましょう。京平さん曲紹介お願いします。それでは聞いてください。ベルゼブブでハングリーシックスパック。
たされない上限のない自分の世界必要ないな構わないなたまにめまいクエスチョンくれるよ幻想瞑想なんかくれよAと B と C のセット全部くれよどうせ何も言わなくたって伝わってるんだろうこの体見るだけでわかるはずだろうもう腹が減ってたまらないんだよお前が俺を満たしてくれるんだろう目と目が合えば Forever Foreverさらわれた日常は日々の世界6つに割れたこれは確か日々の成果クエスチョン消えれば想像妄想思ってくれよ D と B とF のセット全然いけるよどうせ何も言わなくたって伝わってるんだろうこの体見るだけでわかるはずだろうもう腹が減ってたまらないんだよお前が俺を満たしてくれるんだろう気持ちのままに Forever Foreverくれるよ幻想瞑想なんかくれよ A と B と C のセット全部くれよどうせ何も言わなくたって伝わってるんだろうこの体見るだけでわかるはずだろうもう腹が減ってたまらないんだよお前が俺を満たしてくれるんだろうありったけの愛を Forever Forever ありったけの愛を Forever Forever抜き打ちテストいたずらホラーナイトとナイトメアカードは未来を知っているの終わりが近づいているぞ食べ残しがないようになナイトメアお帰りなさいませ悪魔様も開催中だ初回10連無料で懐かしいカードなんかも手に入るらしいそれと今なら去年サタンの誕生日を魔界古書市で過ごした思い出を楽しめるんだ今年の誕生日ももうすぐだし思いっきり祝ってやりたいなまた帰ってきた即興嘆きの館劇場はい、ありがとうございます。こちらはオタク FM ゲスト陣からの
こんなシチュエーションの話が見てみたいというリクエストをもとにオリジナルストーリーを制作し、ゲストと僕が読み合わせなしの即興劇として演じるコーナーです。はい。前回のオタク FM アニメ&チルでは留学生の皆さんからアイデアをいただいていましたが、今回のシーズン2ではゲストのリクエストをもとにお話を作ってみようと趣向を変えてみましたと、そして今回は恭平さんの要望を踏まえてシナリオが作成されたわけですけども、仕上がりはいかがでしたか？まあね、要望というか、ざっくりこういうロケーション、舞台で、まあベールとレビーがそこに行ったらどうなるかっていうぐらいのざっくりとした提案しかしてなかったんで、だいぶお話作るの苦労されたみたいでなるほど。でも予想以上に面白い展開になってるなと。はい、やっぱ2人は特にまあベールはしっちゃかめっちゃかにしてなんぼなキャラクターな感じなので、それがねいかに暴れ回るか。いや、ひょっとしたらレビーの方が暴れてしまうのかも。期待させるじゃないですか。まあ始めていきますか。はい。どんな物語になってるかね聞いてみていただきまして、はいね。ちょっとドキドキするわ俺今回なんでよそんな。じゃあいきますか。2人でタイトル言いましょう。はい、いきますよ。はい。今回のタイトルはこちら。ベルゼブブのマネージャー。ベール、はい、入館書受付済ませたからスタジオ行くよ。ありがとう敏腕マネージャー。やめてよその呼び方。いいだろう、今日は本当にマネージャーなんだし。だとしても敏腕はつけなくていいから。けどレビー、テレビ局って広くて迷いそうで不安だったんだ。一緒に来てくれて助かった。いいのいいの。ベールには魔界で大人気の肉体酷使サバイバル番組デビルダム忍者バーサーカーで優勝してもらわないとだから、他のことは全部僕に任せて自分の体とクリアする関門のことだけに集中しておいてよ。うん。だけどレビーがこんなに応援してくれるとは思わなかったな。そう？うん。だってこの番組そんなに好きじゃないだろ。いつもリビングでみんなで見てるけど裏でアニメやってるからって部屋に戻っちゃうじゃん。まあね。なのに出場が決まってすぐにマネージャーとしてついていくってサタンに手配させたから驚いた。いやベールがものすごく努力してるのを見てたからさ、どうしても手伝いたくなったわけ。ああ、そうだったのか。嬉しいな。推しのアイドル狂乱シュクレが出演する音楽番組を同じテレビ局で収録してるからそれが目的だろってマモンが言ってたけど、そんなわけないよな。当たり前じゃん。マモンのやつ妄想にも程があるよ。ったく大体さ、その番組は夜の生放送で今の時間まだ狂乱シュクレはこの局にいないんだから。そうなんだ。調べたの？一応ね。ほらベールを無事に忍者バーサーカーの特設スタジオに届けるためにいろいろ調べとかないと。なるほど、さすが敏腕。ベール、ここは左ね。忍者バーサーカー出演者様はこちらって右に矢印が出てるぞ。そうなんだけどさ。もしかして狂乱シュクレ？違うって。もう仕方ないや、行っちゃうね。右から行くと料理番組やってるスタジオの前を通ることになるから。そうなのか？ベール、今日のために食事コントロールして体作ってきただろ。ここで暴食発動したら意味ないじゃん。だからね、ここは左から行こう。ありがとうレビー、やっぱり敏腕だ。待って、一旦ストップ。ちょっと見てくるね。狂乱シュクレ？違うよ。あの部屋ドラマ収録って聞いてたけど、なんかいい匂いするから一瞬待ってって。ダメだ、ぐるっと回ろう。なんで？ジャンクフード探偵ドナルドだった。見てる。ほとんど手がかりがないように見える殺人事件なのにジャンクフードを手がかりに解決するジャンクフード探偵ドナルド。
それの探偵事務所のシーンみたいで。ってことはあの山盛りのジャンクフードが見られるってことじゃないか。もしかしたらもう撮影終わってて、あとは皆さんでお好きにどうぞなんてことになってるかも。これはラッキーだ。いやベール、スタジオ見学ならそうだけど今日はダメだよ。もうすぐ忍者バーサーカーの収録が始まるし。そうだった。階段使って大回りしよう。ああ、仕方ない。かわいそうだけど。平気だ。ただちょっとだけ時間をくれ。え？おりゃー。よし、耐えた。全く平気じゃなさそうだね。早く行こう。よし、ここをまっすぐ行ったら会場だよ。これはなんだこの巨大かつ大量の豪華料理たち。手前のスタジオで大食いコンテスト番組やってるみたい。あれ、この番組って昔ベールが出た番組だ。一瞬で全部食べちゃって少ないって言うから番組として成立しなくなって呼ばれなくなったんだっけ。でも味は最高にうまかったんだよな。レビ、これは食べてもいい？いやダメだってば。もう無理だよ。だって見ろ、あんなにうまそうだぞ。大きいし。ベール、気を確かに。それに見ろ、参加してる挑戦者もう無理って顔してる。これは食べても OK なやつだろ。ダメ。こんなところで出会うなんて、これは運命の巡り合わせなんだと思う。だからすまないからのいただきまー。痛い。ベール、目を覚ませ。目的を見失うな。レビー、今日まで一生懸命トレーニングしてきたんだろ。忘れたのか。みんなにも協力してもらったじゃないか。忍者バーサーカーと似たようなセットまで作ってさ。出場が決まった時のみんなの嬉しそうな顔思い出せ。そうだった。ごめん。みんなのために優勝するんだった。そのためにはベストの状態で挑まなくちゃ。レビー、ありがとう。おかげで目が覚めたよ。さすが超敏腕マネージャー。ちょっと待っててくれ。うおりゃー。よし、俺にはレビーがついてる。絶対に優勝だ。レビー、撮影中も俺のこと一番近くで見ててくれ。もちろんだ。よし、行こう。ベール、ちょっと待って。もしかしたらここで豪華料理食べまくる選択肢もありかもよ。何言ってるんだ。今向こうのスタジオに狂乱シュクレが入っていったのが見えて、リハーサルかな。だからベールもここで豪華料理食べて、僕もそっちを見学なんてこともなくはないのかななんて。レビー、そういうことだったら一言言わせてくれ。目を覚ませ。目的を見失うな。だよね。はい、お聞きいただきましたがいかがでしたでしょうか。笑ってますけど。いやどうしましたか、京平さん。えらく息が荒いですけど、頭の中で勝手にこうアニメーションがね流れてきてはいはい、特にバーサーカーに向けて練習して兄弟たちに応援されているなんかちょっとそれも回想なんでしょうけど、回想の回想で俺がそう、はい、背負って頑張ってるのにレビーはもう完全に私利私欲のために。失礼な。目を覚まさんかったらもう局でむちゃくちゃやって結局それでバーサーカーに出れないことになったかもしれないですよ。いや
いや狂乱宿でたまたま最初から案内通りに進んでいってスタジオに入ってったら絶対こうはならない。いやじゃあ危なかったかもしれません。料理番組がやったからもしれないですから。京平さん、ちなみにこれなんてリクエストしたんですか？リクエスト。いや本当に、レビーとベールがスタジオ、いろんな撮影をしているテレビ局に行って、観覧を楽しむみたいな、そんな感じだったの。いやそこまで詳しく言ってないの。テレビ局に行くぐらいなことしか言ってないかもしれないですね。すごいざっくばらんに。いやほら俺もサトシもテレビ局に行ってお仕事をするっていうのは何回かしたことあるから、そこに行くだけでなんとなくもうイメージが湧くというか。京平さん、俺と京平さんは確かに仕事で行くこともありますよ。レビとベールですからね。まあそうだから、勝手にそのストーリー作りやすいと俺の中で思ってた。なるほどね。局にはいろんなね楽屋があってスタジオがあって、でも、なんか初めてのシチュエーションやったのは間違いないですね、これは。そう、なんか行ったことないところでしっちゃかめっちゃがしてみたいっていうそういう欲があったんですけど、そこまではお伝えしてなかったんですけど、でもやっぱり予想してた通りの筋書きになっていて。京平さん、これ始まる前に予想以上の出来上がりって言ってましたけど、予想した通りの筋書き。筋書きはそうなんですけど、そのなんていうの、クオリティはもっと予想以上やったってことですか？じゃあ素敵な物語に仕上がったということで、ね、皆さんいかがでしたでしょうか？楽しかったですね。いや汗かきましたわ。いい汗かきましたわ。いい汗かきましたか。それは良かったでございます。以上、また帰ってきた即興嘆きの館劇場でした。お送りしてきましたオタク FM アニメ&チルシーズン2、そろそろお別れの時間でございます。京平さんどうでしたか？今日ね、ラジオネームを今回留学生ネームに決定しましたけれども、これ今後もゲストさんもそして加田聡君もこの留学生ネームというのを使ってもらえるんでしょうか？もちろんですよ。留学生ネームっていうのをね、京平さんの独断と偏見で一存で決めたということを。俺がわがまま言ってるみたいじゃないか。押していやあっという間の時間でしたけども、どうでしたか？いや本当にね、僕のその独断と偏見はさておいて、そのねラジオネームが今後使われていったら嬉しいなと思いますし、なんか今回オーディオコメンタリーをコメンタリーしてる感じだったかな。どういうことですか？皆さんラジオがですか？ラジオの最初のねオーディオコメンタリー会を紹介しますって言って、そのコメンタリーをしてるのをさらに僕らがコメンタリーしてるっていうなんか二重になってるのも面白いな。なるほど、そうですね。いろんなコーナーもありましたけども、ね、スタンプを実装されるんでしょうかと。してほしいですね。してほしいですね。楽しみでございますね。そして次回のオタク FM ですけども、ルーク役のおかきさんが遊びに来てくれるんですよ。おかきさんいい人だよね。人ですよ。がっつり喋ったりとかしたことあるんですか？あるんですよ。同じオーディオドラマで、がっつり絡むことがあったので、そこが初対面だったかな。もうなんか最初から最後までずっと笑顔で、朗らか、明るい雰囲気で、なんかちょっと着ているファッションも個性的でね、なんかね可愛らしいのから結構スタイリッシュなものまであっておしゃれさんなんですよね。そう。しかもね、もうすっごいほんわかしてるというか、あの方持ってる雰囲気がすごく明るいから喋ってるだけでハッピーになる。そうスタジオ内がなんか明るい空気に包まれてね。そうめちゃくちゃ素敵な方でいつも笑顔で喋ってくださるんでね、僕はもう絡むのをすごく楽しみにしてるんですけども、おしゃれさんでは京平さんと共通点があるかもしれないですね。そこまで。僕もおしゃれさんって言ってもらえるの嬉しいですね。京平さんおしゃれ好きじゃないですか。好きなんですよね。そういうとこ共通点あると思うんですけども、ちなみに次回のアニメ第8話「他がために腹は鳴る」はベルゼブブが無人島に漂流しピンチを迎える回となっているということなんですけども、ここに言ってベールがメインですもんね。そうですベール回ですね。オーディオコメンタリーでも言ってましたけども、そこにルーク役のおかきさん、そしてルークがどう絡んでくるのか。そうですよ。このピンチにどう切り抜けるのか。
切り抜けられるのかまだちょっとねわからないんですけれども、いやちょっと楽しみですよね。まあ絡んでくるっていうことは2人でやり取りがあるみたいなね感じかもしれないですし、おしゃれという共通点がある2人が、ね、どんな絡みを見せてくれるのかまあ2人がっつってもね実際に絡むのはベールとルークかもしれないですけど、そうですね。でも息の合った2人のねお芝居が見れるんじゃないかな。お芝居っていう言い方はおかしいなはい、ということでね今日も楽しくできました。オタク FM アニメ&チルシーズン2、ここまでのお相手はレビアタン役の加田聡とベルゼブブ役の矢口恭平でした。バイバーイ。動画を見てくれてありがとう。もっと俺たちのことが知りたくなったらアクゾン VIP メンバーシップをチェックしろよ。オタク FM やオベイミーボーイズ関連の未公開シーンなどなど VIP メンバーだけのコンテンツで魔界のオタ活がさらにはかどる。アニメシリーズを誰よりも早く見られるのも VIP メンバーの特権だぞ。他にもゲームが快適に遊べる特典がいっぱい。アプリインストール方法やアクゾン VIP メンバーシップの詳細は概要欄を見てほしい。イケメン悪魔調教ゲームオベイミー、これからもよろしくね。